を誤ると何が起きる今日の動画はほぼ2本立ての内容でお送りします。少し聞き取りづらい場所があるかもしれませんので、サブタイトルをオンにしてご視聴ください。ミラクル、ときめく、変わる。フォーチュンセラピスト、言霊ライティングコンサルタントのここりです。ミラクル見習い中のなぎさです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日はですね、セルフイメージを整えましょうって話を、毎回していたりするんですけども、なんかその時にまずこの言霊を、この言葉を覚えておくといいよって話をさっきしてたんですよね。それは私という言葉。はい。私という言葉について、本当の意味を知っておくということですね。これが言霊となってますので、非常にセルフイメージを整える重要です。私ってよく言うタイプの人なんですけど、いろんなほら自分の読み方あるじゃないですか。そうですね。で、なんかなおかつ漢字で書くとなんかこう右辺に無、カタカナに無って書きますよね。そうですね。なんでひらがなと漢字でもちょっと違う意味がっていうことですか。そうですね。なので漢字の国から私という字がやってきた時に、もともと先にもう日本には私という呼び方があったわけなんですけれども、そこに漢字の意味合いを当てはめてきた。そうで、今はそれがもう主流の語源というか、私の意味になっているんですね。なので先に漢字の意味をお伝えすると、乃木編は穀物、稲穂ですね。がこうしだれて垂れ下がっている状態を指すということになります。でそれを「無」というこの、カタカナに見える文字は何を表しているかというと、その穀物を収穫して乗せる台車ですね。なんかすごく労働っていう感じの私イコール労働っていうイメージですね。働いてる感じじゃないですか。労働者であり、その農耕民族的なところのアイデンティティを表すかのような、そういう文字として当てはまっていたわけなんです、漢字では。でももともと漢字がやってくる前の私は何だったかというと、実は橋渡しという意味があったんですね。渡すの私。なるほど。ブリッジ。ブリッジ。何のブリッジですか。渡すのは何を渡してるんですか。そうですよね。ご先祖様、そしてまた、天界宇宙につながるエネルギーやメッセージを次世代の未来の世代の人たちに伝えるための橋渡し。なるほど。じゃああの世とこの世みたいな感じですかね。あの世とこの世をつなげるブリッジになる存在として私というものがいるよということ。なんかだいぶさっきの漢字のイメージと違うんですよね。なんか一生働き続けなきゃいけない私と橋渡しだよっていう私っていうですね。その物理的な食べ物としての意味合いとはまた別で、ただしやはりその魂の食べ物といいますか、こう栄養、それは天界から降りてくるエネルギー、そしてそれを私たちも取り込んでまた次世代につなげていく、そういう意味合いも多分あったと思うんですけれども、いずれにしてもこの天界と未来の人たちを結ぶメッセンジャーとしての存在が私であると。じゃあセルフイメージって言ってて、セルフイメージを整えましょうっていうと、どちらかというとなんか自分のしたいことを見つけようよっていうような話かなと思いきや、意外とそうじゃないですよね。そうですね。どちらかというとそのエゴとかがないっていうことになりますよね。もうエゴから解き放たれてるまさに自由な状態を指すんですよね。なるほど。じゃあもうこれからの時代にぴったりな本当にそうなんです。イメージですね。例えば自分のことを何々ちゃんとか僕とか俺って言ってる人も私ってちょっと言ってみてその意味を考えたらいいと思うんですね。いいかもしれない。そうですね。男性はプライベート
特にそうやって自分の呼び方をいろいろ使い分けることが多いですよね。はい女性だと、自分のことをはいそうやって名前で呼ぶみたいなことはあるかもしれないですけど、はいいずれにしても私以外の自分の呼び名は成熟していない子供に許された呼び名であるというふうに思ってみていただきたいです。確かに大人になったらね、そう公の場所ではみんな私ってそうですよね。男性でも言いますもんね。そうですよね。なので私という言葉を使いこなせる方々が成熟していると。なるほど。はい、それは他者のために展開と次世代をつなぐための橋渡しができていると。なるほど。そういう役割を担ってるよっていう自覚が芽生えやすいのかもしれないですね。そうすることで。男の人ってはい。本当に子供の時とか僕とか俺とか言うけどね、女の人ってずっと私じゃないですか。だから私の刷り込みが女性の方が強そうな気がします。ね、大人になるのが早いっていうの。そっかそっか、女の子の方が大人になるのが早いって言いますもんね。それであとなんだっけ、日本語って母系？そうですね、母系社会の言葉のっていうふうに語源を持ってますからね。そういうのもありますよね。ありますあります。じゃあまずは私っていうふうに呼んで、自分のことを呼んで、その意味をそうですきちんと刷り込んでいくと。ですね。そうすることでセルフイメージの第一歩が作られるっていうことですね。で、ここをまずはベースにした上で、はい、次にじゃあ何をすべきかということになるんですけど、渚さんともちょっとお話ししていた時に、なぜセラピストという職業を目指すことになったかということに関連するお話になるかと思うんですけれども、私はインナーチャイルドが非常にやっぱりこうね、萎縮しているというか、緊張し続けてのびのびとしたその成熟とはまるで真逆な時代を送ってきた実感があるんですね。なのでまずは自分のためにセラピストになったというところもあると思うんです。私ももう完全にそこが強くて、だからこそ人に触っていく、触ってインナーチャイルドを癒すのに自分を触るといいよって話もさっきしてたんですけど、自分も触るっていうことをなんか徹底してやってきて、でそれで初めてそうだよ、本当の自分って何かなって気づくことができかけているっていう状態なんですね。これって一回私インナーチャイルド大丈夫も脱却っていうかね、一回クリアになったぞって思っても、なんかねまだあるんですよね、その奥から出てくるものっていうか。だから子供の時にそうやって経験したものとか、肌身で感じていた緊張感とかっていうのはすごく強いんだなと。本当にそうですよね。なので癒しきるためには時間もかかるし、そのためにはセルフイメージが整ったと思ってもまだ整ってなかったなっていうようなことを思う、経験するみたいなこともきっとあると思うんですね。でそういう時にインナーチャイルドを自分で自分を癒すために意識して、自分にスキンシップ、大事ですね。そうね、慣れたりね、問題ね。そうですよね。そこに私っていう言葉を使って、私よく頑張ってきたよね。私ありがとう。触れ方って大事じゃないですか。そうですよね。どんな風に触れるか。で、この間前の動画で多分赤ちゃんに触れる時ちょっとお祓いかなっていう触り方してる人がいるっていう話をしてたんですけど、手って本当に無自覚にその人の心、気持ちの緊張とかを表現してたりするので、なかなかね、じゃあ優しく触りましょうねって言っても皆さんできないと思うんですけど、多分言霊を使うとそうですね、いいんですよ、いいと思います。だからこう頑張ってきたね、よしよしとか、あとピタッとかふわっとかそういうのを使ったりすると、手の力が抜けてきちんと密着して優しく触ることができたりすると思うので、そういうのを使ってみてもいいです。いいですよね。なんかこうよく言いますよね、心理学上でもしっかりと安心した状態でスキンシップを受けて育ったのは失敗に強い。そうですね。挫折してもそこからもう一回立ち上がる力を持ってるし、自分を信じられる力が育つんですよね。そうですね。
いわゆる自己肯定感とかそういうことのベースになっていきますよね。なんかそのスキンシップが足りないと逆に高齢になってから老年期になってからすごくこう体に不調が出たり、あと心の不調が出たり、認知症になりやすかったりとか、そういうこともあるって言われている。そういうことですよね。そうなんですね。免疫を上げるためにも実はスキンシップがとても鍵になるのかもしれないですね。ですね。はい。なので、自分のインナーチャイルドを増やすためにもそうですし、そうですね。お子さんに触るときにもちょっとその意識してください。そうですね。ぜひ、そしてその私という言霊をぜひ実感していただいて、使ってみてください。はい。免疫力の話で言うと、もう余裕のない状態だったりとか、すごく忙しくて、やらなきゃいけないことが溜まってる状態だったりとかすると、すごくこう自分を休める時間もないですし、意外とそういう心の余裕がないっていうことが免疫力を下げてしまうということになりますね。すると思うんですよね。そうですね。なので心のゆとり、心の余白、スケジュールの余白、これがすごく免疫力をコントロールすることになる。そうですね。唯一自分で調整できるのスケジュールじゃないですか。だから皆さんもね、ちょっとスケジュールに気をつけて、していただきたいですね。持てるようにしたらいいかな。心の余裕を持てないときに何が起こりがちかというと、判断を誤りやすい。あるんですね。はい、そうですね。で、この判断を誤ると何が起きるかというと、こう運命のズレを起こすんですね。タイミングがずれるってよく言いますけれども、元に戻すのに相当時間がかかって、ずいぶん運が悪いことが起きてから元に戻るために、やっとこう冷静になってなんとか頑張るみたいな、ちょっとそういう遠回りなことも起きてしまいがちなので、そうならないためにはもう最初から常に冷静でいられる環境を作るっていうことなんですよね。なるほど。忙しいとね、どうしてもなんかそれに追われちゃって、普段できるはずのことができないとか、ちょっと失敗しちゃったとか忘れ物しちゃったとか増えますからね。増えますね。だからもうそういうことが起きた時はもしかしたら詰め込みすぎかもなみたいに思っていただいて、何か手放す準備をしてみてもいいかもしれないですよね。確かにそうですね。そういうの大事ですよね。私病は気からっていうじゃないですか。本当に最近実感してて、気持ちの気もあるんですけど、エネルギーの流れっていうのがすごく人間の体って大事だなと思っていて、もう忙しいと本当になんかこう気持ちの上でもいっぱいいっぱいになっちゃうし、エネルギーの流れもちょっと滞りがちになってしまったりすると思うんですよね。なので少し余裕を持つっていうのはすごく大事ですね。気流れを整えるという意味でね。そうです。お掃除と一緒ですね。そうなんですね。そうですね。掃除の話もちょっと今度してみたいなと。ぜひぜひしましょう。じゃあこんな感じで。ありがとうございました。ありがとうございます。スケジュールの余裕を持ってね。今日のソウルメッセージはクイーン・オブ・ソードです。あなたの周りに賢く、そして理知的な大人の女性がいたら、ぜひその方から話を伺ってみましょう。その人しか知り得ないあなたへの深いメッセージが必ずあります。そしてその方の話はおそらく感情的ではない、優しくもないかもしれません。けれども、あなたを成長させる大切な、厳しい、そして尊い言霊がそこに潜んでいるはずです。勇気を持って話しかけてください。今日も最後まで見てくださって本当にありがとうございました。チャンネルを登録してくださった方向けに Zoom を使ったお話し会を予定しています。詳しくは概要欄をご覧ください。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。